テキラードでジョンです。今回はね、ナビ VS マジンというわけでね、非常に強そうな名前のクランとなってますね。対戦モードはハードモードになってまして、タウンホール17の方でもハードモードが、基本的な対戦用のモードになるのかなというところで、早速やっていきましょう。さあ、先行ナビの方から、どっか出たのかと思った一瞬ユニット。ガックですね。オデヒーのスーパーバルーン型だと思うんですけど、ホーミングチェックしっかりやってから、もうこの辺のヒーラー一体落ちることの価値っていうのがね、分かってますね。で、反対サイドバーバリアンでテスラチェックからのシューター。シューターは結構ね、ここもクロスボウが対1じゃないということもあってね、結構刺さりそうですね。おー、なんかものすごい量の赤バクとかも見えて、トラップ知ってるのかどうかわかんないんですけど、しっかり罠解除し、ね、ヒーラーの方のためにも結構かけてますね。さらにもかけていく。うん。いいルートでウォーデンはスライドしていきつつ、ストライカーとかもサポート。もうシューターの方はね、もう目切って OK なようなね、準備をまずは作っていくっていうような形ですかね。で、このまま、しばらく放置して、ファイヤーボール打てるところまで待っていって、内側ドッカン、インビジブルで、ウォーデンの方もギリギリですが、守りつつのレイジー。オデヒーのね、延命とかもうまいですね。強いね。これはね、タウンホール16のね、終盤から出てきた戦術で、その頃からの、やってたことの積み重ねというか、そういうところですかね。ここ、対地クロスじゃないので、シューターマジでぶっ刺さりっすね。で、ホーミングチェックさらに入れていって、ヒーラーが一体も知らない形。クイヒーでもそうなんですけど、オデヒーでもね、ヒーラーが死なないってマジで大事ですからね。さあ、テスラ、キング出したところにテスラスケルトンが出てきて、ちょっとキングへの火力が一気に入ってしまう。マイゴレバルキリーのサポートも入れつつ、ボールブレーカー3時の方へ。シューターの方はね、クロスボウようやく届く位置に入ってきたので、ここで破裂をします。で、外周部、ベビドラサイドカット。クイーンの方もちょっと火力がね、これ強いね。その距離クイーン届くの強すぎるね。遊園砲のね、思わぬ長射程っていうのが結構ね、攻めててもね、マジかっていうこと多いですよね。で、ウォールブレーカー繋いでクイヒーとして内側へ。うまいね。で、ただね、タウンホールが一切取れてないところ、ここウォーデン落ちる。うまかったんだけど、ちょっとこれはどうだクイーンの方も呪文がないぞ、こっから。ロイヤルチャンピオンですね。長弾大砲、フェニックスとのコラボレーション、なんとか突破。ここはロケバル刺してクロスボウ、投石とクイーンにダメージが入らないような形を取り続け、後ろからもやってきてますね、モノリスで。さあ、ロイヤルチャンピオンがタウンホールをなんとか落としてる間に、防衛施設が全部削れていって、かなりうまい展開。あの状況でもこうしてギリギリの展開になっていきますね。どうだロイヤルチャンピオンが消えてるので、この隙にガゴプリ落として、ユニットこれロイヒーのみと、かなりうまかったんですけどね。あの状況からこんなに落ちるんだからハードモード怖いね。さあ対戦相手は、どういう形でやるかわかりませんが、タイタン編成で、まずはここファイヤーボール、ジュモンターのところまで飛ばしていってという形。結構、タウンホール16のね、最後の方に、レポティットゲーミングがね、流行らしたような攻めではないというような形ですかね。で、シングル IT のターゲットもここは何かで外すか？スケルトンちょっと遅い。タウンホールも近くにあるんでね、これユニットでタゲ取りに行った方がベターですかね。スケルトンの呪文はキングのタゲも取れるとかそういうことはあるんですけど、こういう感じで、一瞬でね、シングル IT のタゲウォーデンに向き直すので、ユニットの方が、ユニットからのとかの方が、もしかしたらいいシーンかもしれなかったですね。とはいえ、ここストライカーはもう、1体しか持ってきてないのか。ちょっともったいないね、これ。嫌な当たり方になっている。ストライカーの代わりにスーパーバーバリアン徹底、トラップたちも大量に。おでんがね、タウンホール簡単に落としてくれるタイミング、ちょっとヒーラーとかもね、これ横打ち入る、横打ちというか、イーグル砲だね、届くような感じになってるんでね、その辺ちょっと嫌なところですね。さあ、穴開けしてジャンプ真ん中の方向へというような形を作っていきます。
外周部は10日弊社で置いて、しっかりホーミングチェックのバルーンも入れていく形。いいですね。ここまで来ちゃえばね、いつものタイタン編成というようなところ、序盤の削りを、ウォーデンのファイヤーボールを借りていったというような形です。クエイクブーツ強いね。タイタンとこのクエイクブーツの穴開けっていうところの相性はいいよね。で、ロイヤルチャンピオンの方はホグプラスのロングショット、ロケットスピアを打っているような状況。壁穴はね、しっかり開けてくれたので、タイタン及びクイーンたちが後ろを通って最終区画へ合流ができるというところ。防衛はね、もうほぼほぼこのガゴプリが採用されて攻撃速度も速いし、空飛んでるっていうのも非常に強いというところで、なんか当たり前のような環境になりましたので、ぜひね、設定してない方してほしいですね。ただこれもしっかり全開ということで、相手も全開スタート。ナイスですね。スミス今日は、代打で出てるんですけど、見たことないユニットがいますね、6体も。なんか槍投げてきそうですね、この人。変な仮面かぶって。テスラ出てきてリクスケルトン。ちょっとやりたかったことができなそうな入りになってるか、バール切り置いて、ウォーデンですね。で、ヒースタートのところに結構対策がされてたよ、みたいな感じだと思います。で、ベビドラ等々いろいろサイドカットも入れてあげて、ここからどうしますかって感じです。ね。レイジまで置いて、これ5型なの ?5 型なんだね。この陸系の編成だと合流することの方が多そうな感覚ではあるんですけど、どういう風な使い方にしていきますか？真ん中ファイヤーボール。やはりここはね、合流をしていくような形で、ウォーデン引き寄せていきます。射程が長そうなユニットが出てきましたね。見たことない人本当にいるんじゃないアップデ情報とか見てない人本当にいないんじゃないわかんないんじゃないこれ。スーパーネクロとのコラボレーションというところで、スパネク、光栄ユニットがすごいですね。このクロスバーを打てんのがね、このユニットの強みと、レイジジェムが乗っているので、ずーっとレイジ状態で打つことができて、タウンホールもこれ、穴開けしないで外から射抜いてみたいなプランかなと思ったら、そういうわけではなく、一応内が一緒に入っていってという形ですね。で、キング、ここは援軍も出てきたところ、ここで一気に飛ばしていきます。で、クイーンの方は外周部使って、こういう入りありますよね。エレクトロ、また引っ張られた。タイタンブーツのロイヤルチャンピオン、この形でも使っていく。ロケットスピアプラスのタイタンブーツというような編成です。で、穴開けからのジャンプを奥へ。ここ結構ね、火力も高くなるところなので、ヒーラーしっかりスライドしてほしいところ。で、ロイヤルチャンピオンにはインビジブル使ってね、このタイタンブーツ真ん中に突っ込む編成あるあるのやつを終盤でも一緒にやっていくようなイメージ。これ、クロスボ隠すようなインブかけた方が強かったんじゃね？フリーズで繋げるからか。クロスボを隠して多分このモノリスのところにつけるだけで、多分オーラダメージでね、対地クロスの壊せる気がするんで。ここロイちゃん落ちて、ただ中央ヒーラーが結構スライドしてくれてることで、溶けてはないですね。で、外周回ってきたクイーンがここで合流、ジャンプに乗って最終区画へという形なんですが、ちょっと裏側ね、回収のユニットとかもね、序盤に時間取られ、ユニットも使わされっていうところで、テスラもリスタートだったのでね、ケアした分時間が足りなくなりましたね。全く同じ組み合わせ対戦相手も攻撃、防衛側もというような形で真逆になったアタックですね。ジャイアントスローは結構面白かったですね。最後まで生き残ってよかったし、スパネクとの合わせ技っていうような形でしたね。穴開けしてキング、そしてクイーンを外周部へ、ベビドラバルーンも使っていきますというような入りからのドラドラスタート、クイーンで合流をしたいようなイメージですかね。なかなか面白い入りですね。
で、突撃艦タウンホール、この距離から目指していくような形、ちょっと怖いが、どうでしょう。これ、トラップ次第では、割とすぐ溶けちゃうような形ですが、届いていっての突イエティ。イエティクローンで、この辺の施設を一気に飛ばしていきたいという狙いですが、どうでしょう。結構ダメージも入って、タウンポイズンのようにね、ポイズンが置かれてというような形で、こういうものにね、攻撃のあれが入ったのかな。ドラ系結構中央まで届かないと結構苦しくなりがちというような展開なんですが、外周部の方はロイヤルチャンピオンロケットスピア。こういうリクスケに対してね、エレクトロタイタンなら対応できる。ブーツなら対応できる。エレクトロブーツなら対応できる。もうコメントも書かれちゃうよ、また。みんなでもさ、あれ見てエレクトロブーツ、なるか。エレクトロタイタンのことタイタンって呼ぶじゃん、みんな。そのせいでさ、あの要素をタイタンって呼んじゃうんだよね。エレクトロの部分なんだけど、見た目で言うと。だから、言葉としては間違ってるんだけどさ、あれって俺の中ではタイタンなのよ。やってること。タイタンって巨人だよね。全然、意味合いとしては違うんだけど。勝手にね、ちょっと脳内変換で変わってしまっている。なんとか防衛 93% まで一緒じゃない？破壊率まで全くの同点。カズマくんドラドラということでね、違うね。ドラドラですが、タイタンブーツですね。エレクトロブーツですね。はい。さあ来ました。キングからのウォールブレーカー。反対サイド、クイーンウォールブレーカーということで、両サイドまずは、アナーケスステ、ロイヤルチャンピオン来ました。上側で、キングの処理を行いたいということで、バーバリアンで釣ってからのストライカー処理。で、クイーンの方はこれ、アングリージェリーつけてることで、防衛施設を早めにね、外からというか穴開けしたことで内側の方へ攻撃ができるような状況を作っていってというような形です。で、キングの方もカット入れたことで、これロイちゃんのための道を作っていくというような形。カズマくんこういうね、ルート作るのうまいからね、昔から。ファイヤーボールとかでもね、結構、両サイドを思いっきり削って、真ん中ぶっ飛ばしてみたいな形を16の頃でもやってましたが、これかなり深く見ていきそうですね。あと7発あります。で、これフェニックス型なので、なんだっけあいつ、フォックスとかのね、ちょっと難しいタイミングとかも、狙わなくてよくて、シンプルにインビジブルが解けるタイミングっていうのでかけ続ければいいと。その分ね、インビジブルの秒数っていうのがヒーローペットと合わせるとだいぶ少なくはなっちゃうんだけど、中央この、一回ね、死んでからのフェニックスの伸びっていうのがね、タイタンブーツとの合わせ技で結構削れると思うんで。てか、えぐいな、これ。なんだこれ。やばすぎないこれ。えぐいんだけど。で、ここからドラもうこれドラドラとかじゃないでしょ、もはや。で、ここは死ぬんだけど、援軍と当たるところでもあるし、で、ストライカーの方もね、一瞬で飛ばすことができましたね。タイタンブーツで。やばいな、これ。バケモンバリューですね。火力の高いところはもう、この6時のモノリスプラスのヒーローが、言うて高いか、みたいなところになるんですけど、みたいな。なんじゃこりゃ。ぐい削りしましたね。いろんな編成にね、合わせることができるんですけど、やっぱり、インビジブルをね、たくさん使うってことは呪文が少ないっていうことなので、呪文が少なくてもいける戦術っていうと、ドラゴンとかね、そういった編成が合わせやすくなってくるというのが、このタイタンブーツ編成の合わせ技になるんだけど、めっちゃうまかったね、これ。ありえん削れた。なんか編成だけ見て、ほえーんみたいな感じで、なるほどね。なんか結構ラッシュに目覚めたかって思った一瞬だったけど、そんなことはなかった呪文見て。で、ライドラに、スパガゴとロケバルが両方入った形の、15ぐらいからちょくちょくある形かなっていうような編成ですね。このスーパーガーゴイルはね、ライドラが残した手の届かない防衛施設に直接投げていくみたいな形になります。ジャイアントアローをまずは飛ばしていく。この辺も。でもハードモードのジャイアントアローってなんか安いパーぐらいにしか意味がないから、クエイクとかね、合わせないんだったら。ちょっと、使い道してはなんか他のやつでも良さそうです。なんかウォーデン、陸歩いてるこれ。気のせい。空飛んでるね。空飛んでるね。一瞬陸歩いてるかと思った。
タウンホールから入っていくようなライドラッシュ、ここはヒールしっかりかけていきます。こういうような編成はね、僕もね、マルチ IT、マルチ IT じゃない、マルチ編成とかでね、結構やったりするんだけど、ハードモードになるとね、いきなりね、これ難易度が上がるんですよね。ノーマルモードだともう、無条件全開みたいな形なんだけど、結構これがね、ハードモードだと大きく違うんだよな。ドラゴンの、なんか耐久面がね、感覚で大きく違うんだよね。ドラゴンって結構感覚大事なんで、こんなもうタウンホールから突っ込んで、これしか進めてなくて、両サイドね、突破した後開けてっていうのと、クイーンへの横打ちのクロスボウが結構嫌だなーっていうような配置なので、ちょっとその辺も良くなかったところかなっていうところで、防衛が結構いいパーセンテージの防衛になりそうですね。カズマくんのアタックに見せられてちょっとプレッシャーもあったかもしれませんね。で、ライドラ系の戦術したとき、ドラゴン系そうなんだけど、裏側の防衛施設が陸っていうところで、ヒーローパートが、タウンホールから入ったときって反対サイドでやんなきゃいけないじゃないですか。ってなると、残された防衛施設って大体ヒーローで削ることになるんですけど、そうなった時のこの、ね、ハードモードは特に、ドラゴンの余力が少なくなりがちなので、余力でね、押せるようなのは裏が対地だと押せたりするんだけど、この裏が結構重いなっていうのも、ちょっと微妙な感じですね。さあ、ヤッター君、スミスが入ってることでね、今回は攻撃の手番がね、カズマ君よりまとっていうところで4番手というところで、リバイブ入ってますね。ロイヤルチャンピオンまずは突っ込みたいです。ここはヘイストからのクエイクブーツインビジブルを使って削りを入れていきます。リバイブが入ってるんでね、この地点からね、リターンと違ってこの地点からしか進むことができないんでね、死ぬ場所っていうのも結構大事になっていきますよね。さあ、ギリギリまで仕事をさせていきつつ、これフェニックス型なので、さらにギリギリまで行きなさいというようなね、形ですよね。で、援軍に対しても結構強いのでっていう感じですが、一旦こういう、だいぶ削りましたね。インビジブルも特にそんなに多く使ったわけではないんですけど、で、援軍に対してはユニットだけで対応ができるので処理して、で、余ったところからクイーン展開、ヒーロー展開というようなつなげ方をしていきました。そうなるとロイヤルチャンピオン結構火力の高いところから後で登場することになりますね、これ。で、キングの方が穴開けをしつつ、でもこれルートライダー編成にもね、このタイタンブーツの組み合わせっていうのが出てきたというところで、強そうですね、これもね。またタイタンブーツって言ってない、俺、ナチュラルに。気づいてなかったよ、今、ミスに。なんか、引っかかるなと思って、ギリギリで気づいたけど、ワンチャン気づかなかった、今。さあ、そして、タウンホールの方向へ進んで、そろそろリバイブ圏内やりたくなってくる頃かというような形ですが、これ、ロイちゃんに使うようじゃないのかな。来ましたね。で、ロイヤルチャンピオン復活しまして、タイタンブーツついたロイヤルチャンピオンが終点削りを入れていきます。面白いですね。てか、なんならこれ使い捨てでもいけそうなぐらいの余力がありましたね。予備でリバイブしとくかみたいな感じだと思うんで、こういう使い方もあり、本来の後で来てねみたいな。もともと、でも、なんつうのかな、難しいな、これ。リターンとはまた明確に違うやり方で面白いですね。対戦相手スーパーネクロ編成という形です。17になってね、新しいギアも増えてというところで、結構いろんなやり方、いろんなユニット編成がね、生まれてきて面白いですね。ファイヤーボールをまずは飛ばしていく。テスラもね、しっかり入ってきたんですけど、いいですね、今のインビジブル。テスラ読みインビジブル非常に刺さってます。こういうの大事ですね。ただちょっとテスラがシンプルに多く生えたので、火力が高くて嫌ですね。重い。バルーンに釣られてウォーデンがすごいことになっている。で、これヒーラーもちょっとテスラに撃たれて、ベビードラにもこれ完全についちゃっているというところで、だいぶカオスな展開になりましたが、なんとか戻して、しんどかったけど、なんとか形になりましたね。
ここキング使って、クイーンサイドカットからのスーパーネクロキングを内側入れていくようないつもの形。さあどうだこれ、ロイヤルチャンピオンにタゲが吸われて流れないといいけど、しっかり内が入りさせね。スカロケバル4体。こういうのも防衛がうまいですね、ちゃんと。惜しい。スパネク1体落ちそうだったんだけど、ロケバルで。結構ね、この、先頭走ってきたやつを落とすみたいな、ロケバルの防衛援軍採用がね、結構あったりするんだけど、今刺さりかけてたね。で、キングの方にも結構ダメージが入りつつ、ロイヤルチャンピオンはいいんだよ。合ってるよ。エレクトロブーツと、透過弊社が出てきたスーパーガーゴイルで一緒に進めていきます。なんか、正式名称で読むのやめればいいんだよね。エレブーとか呼んでる人もいるもんね。ポケモンみたいな感じで。電気タイプだしね。ちょうどいいか、覚えるには。さあ、クイーンの方が能力も残ってる状況。クローク咲いた瞬間にヒーラーめった刺しに合いましたね。で、ロイヤルチャンピオンの方はエレクトロブーツ付きの形で最終区画なんですけど、フォックス型なので、ここは死んだら死にと。ちょっとタウン裏重いかな、これ。うん。クイーンがどこまで生きれるかみたいな感じなんですけど、あと30秒。これギリギリ耐えたんかな。これ結構火力高いよ、ここ。これは無理だな。クイーン落ちたら無理かな。さあ、ここで。そうなると破壊率を稼いで終了というような感じですね。ノーマルモードとかだとね、これ押し切れたのかもしれないんですけど、ハードモードだからこそ得られた防衛ぐらいな、じゃないかな、これ。これぐらいならノーマル押せてそうだよね。さあ、星3、なんかすごい編成ですね。ということは、今日はクラウスがいないのか、この試合。インビジブルコウモリオーバーグローという形で。で、ここもエレクトロブーツ。迫撃砲を切ることで、ここはサイドカットしてしっかり進めていきたいんですけど、これもエレクトロブーツ読みかテスラがしっかり外に広がるような形で、こういうのいいっすね、防衛側も。で、巨大爆弾も置いてあることで、このフォックス狩りを進めていこうというような形なのかな。防衛援軍は、ウォーデンがいます。何外れてんだ、これ。ロイちゃんとか外れてるかな。ロイちゃん外れてますね。さあ、で、ここもうしっかりこの、うまいね。うまいっすね、これが。で、ここは落とされて、インビジブルもうなくなってるんでね。おおよそこれぐらいのって感じだったのかもしれませんが、できればもうちょい削れればよかったなって感じですが、最低限の仕事はしてるかなぐらいの感覚だと思いますね。援軍も、釣れてるしっていう形で、最低限左サイドは削れたっていうところ、テスラがなければもっと伸びてたと思うんですけど、当然防衛側もしっかりその辺は対策をしているというような形。対策された中でこれだけの削りをしっかり入れてるのはね、さすがっすね。星さんのアタックってね、簡単にね、見えることも多いかもしれないんですけどね。同じ人が同じ対策食らった時にね、こうならないことが結構多くて、なんで星さんだけそんなスルスルいけてるみたいなことが多いんでね。なんか簡単に見えるのはね、なんだろう。良くも悪くもいいことです。いいことでしかないじゃんって感じなんだけどいいともだね。ウォーデンが結構今、生き別れになりそうだったところをしっかりトーム。こうしてちょっとサイドにね、流れてしまっているような感じなので、中心に進むユニットたちにもトームがかかるようなタイミングでのいいトームっていうところと、ちょっとね、タイタン流しちゃったのは、シンプルなミスかなっていうところなんですけど、それに合わせたトームでね、リカバリーをかけて、キングここ穴開けの中央能力解放。あとは、コウモリの呪文とオーバーグローというところなんですけど、ここ確かに単体の施設しかないですね。これ消してしまえば。ここからアイゴレからのコウモリ連打で飛ばしていきます。こうなると単体の防衛施設しか見えてないですね。こいつだけですよね。なので、後ろのウィズ島に対してはジャイアントからのスーパーバーバリアン使って、この辺も丁寧に削りを入れていきます。
まあ、外周部の防衛施設ね、なんか、わざわざね、こんまりで破壊する必要もないですしって感じなので。クリーズちょっと、3発あったなら同時打ちしてもよかったんじゃないかな。まあまあまあ、とはいえクイーンが中心生き残ってるので押せますね。プランニングが強えな、これもな。プランニングと初手の削りが。で、初手の削りがって結構言うんだけど、初手の削りも簡単じゃないからね、慣れないと。ナイス全開。さあ本日ラストアタックなんですけど、なかなか面白い編成が飛んでまいりました。ドルイド9体のタイタンとファイボかなこれは。ファイヤーボール型というところで。ちょっとどういう攻めするのかちょっと見たいですね、ファイヤーボール。いい削り。めっちゃいいファイボ。非常にいいですね。これやってほしいもん、攻める前に。これこんなに削れるんだったら、ちょっとやってほしいな、普通に。教えてほしい。あ、ここももう、クエイクワンパンできるような形なんで、クエイクの範囲見てなかったけど、開け方次第ではこいつ落とせたりするんじゃないかな。いや、ワンチャンミスってる可能性があるよね、クエイク。でも、どうなんだろう。これミスってるくねこの距離感だと。シンプルに足りてないのかわかんねえや。ハードモードだとね、発数変わってたりするんで、ちょっとわかんないんで、あれですね。見てなかった。ここまで。タイタン立てからのドル移動を2体まず使って、タウンホールの方へ進めていくというような形。こいつが痛いですね。振り逃した対話というやつですかね。取り逃した龍炎砲は痛いというやつですね。で、外周部は10日弊社からここはロイヤルチャンピオンもつけて、この編成であってもタイタンブーツ、またミスターエレクトロブーツを入れていくような形。で、外周部10日弊社のペッカにもドルイド追加して、各ヒーローをしっかり伸ばそうというのがコンセプトのドルイド編成だと思うんですけど、ロイヤルチャンピオンめがけるような多分ドルイド投げられましたかね。しっかりロイちゃんターゲットついてる。いいね、ドルイド。エイムがいいよ。ロイヤルチャンピオンターゲットしてる。さあ、どんどん穴開けをしていって、ドルイドたちも中央合流。レイジに乗ってくれたおかげで回復量も上がって、残ったドルイは2体。これ結構強いな。さあ、エレクトロブーツ付きロイヤルチャンピオン能力まだ残してます。さあ、ここで、ホグですね。ホグ人形を追加していきます。ホグとの組み合わせ結構少ないかもしれないけど、こういう使い方するならね、ターゲット外すのって結構強いんで、タゲ外し兼、タゲ取りをホグにやってもらうような形で押し切っていきます。いや、強いね、これ。真似できるかわかんないけど。これ、面白いな。ナイス全開。はい、というわけでね、終わりまして、14対12、素晴らしい勝利だったかなと思います。エレクトロブーツがね、かなり流行ってきたなっていうような環境において、結構ナビの対戦は少なかったんですけど、ナビの対戦の方でもね、そういうような、流れが見えるような形かなと思います。僕自身もね、そんなにナビ以外の対戦を見てるわけじゃないので、17始まって、ブーツがね、流行ってるっていうのは、ある程度は、噂程度にはね、聞いて、ちょこちょこ見てはいたんですけど、実際ね、この人たちのプレイヤースキルでのエレクトロブーツを見ると、これは強いやっていう。実戦で、本格的に使われてるのをね、見るのね、やっぱね、ナビのメンバーのアタックを見るのがね、僕の中での感覚としてはやっぱ掴めるのが一番早いんで、みんなの実力が一番分かってるので、うまいし強いねっていう感じですかね。で、ある程度の人たちもしっかり使い始めっていうところで、これは流行る理由もわかるなっていうところで、ファイヤーボールだったり、エレクトロブーツだったり、やっぱね、高い鉱石をね、たくさん使わなきゃいけないね、ギアはやっぱ強くあるべきなので、とはいえ、大変ですね。レベル上げなきゃいけないとか。むしろハードモードの方が上げるレベルが低くて済むからいいまであるみたいな。というわけでね。これから多分ナビの対戦とかもね、ちょっと年末年始なんで少なくはなるかもしれないんですけど、17がの環境がね、そろそろ始まりだして、大会とかも増えてくると思うんでね、また、どんどん、ナビの対戦とかもね、動画撮らせていただければなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、これからしました。またお願いしましょう。さよなら。